ロステ、今回もお相手はビヨーンズ雨の森川海の高瀬くるみとビヨーンズシーズニングスの平井美代です。ハロステはコンサート映像、メンバーのちょっとしたパーソナルな話題やハロープロジェクトの魅力をお届けしていく番組です。さらにレコーディングやリハーサルなど活動の裏側にも迫ってお送りしていきます。ハロステ。まずはハロープロジェクトの各グループのレコーディングやダンスレッスン、ミュージックビデオ撮影やコンサートの裏側に密着していくハロカミをお届けします。はい、ヘッドホン良ければ。はい。じゃあ A メロからいきますよ。はい。はい、やってみましょう。はい、テイク1。言ってきなよ、久しぶりの友達なんでしょう。もっとね怒ってるっていうかまあいいけどさ、じゃあ行ってこいよ、久しぶりの友達なんだろみたいな、友達なんだろうなみたいな男なんだろうなみたいなそんな感じのちょっとこう皮肉っぽい感じを出せるというか、はい、この楽曲自体は今までの椿ファクトリーにはないような楽曲でとっても新鮮だなって思いましたね。最初聴いた時結構感情をすごくぶつけていくみたいな楽曲がそこまでなかったので、そこが新鮮だなって思いました。言ってきなよ、久しぶりの友達なんでしょう。OK、これでもらってきます、はい。愛したいのちゃんとそんな時代じゃないって本当。もしや私が重たい一緒にいるのになぜか一人きりより悲しい。愛されるため生まれてきたのにまっぴらだってば、その場しのぎの優しさもまっぴらだってば、そんなので泣かされるのもまっぴらだってば、なのにどうしてこんなにもあなたがいい。前半もっとなんか怒ってるというか機嫌悪くてもいいかもしれない、はい、で最後のこんなにもはもうちょいダイナミクスをつけて、だからまあもっとよりデフォルメ感強く大げさにしてみようかな、はい、サビはもう本当に言葉数も多ければスピードも速いので、とにかく滑舌をよく、しかも歌詞とかもちゃんと伝えていかないといけないので、そこの部分がすごく苦戦したのと、あとは結構サビ終わって最後ちょっと落として歌うっていうのも、そこも結構難しかったポイントですね。愛したいのちゃんとそんな時代じゃないって本当。もしや私が重たい一緒にいるのになぜか一人きりより悲しい。愛されるため生まれてきたのにまっぴらだってば、その場しのぎの優しさもまっぴらだってば、そんなので泣かされるのもまっぴらだってば、なのにどうしてこんなにもあなたがいい。いいんちゃうじゃあこれでもらってこうかなじゃあ頭に戻りまして、はい、怒ってありえないありえない、はい、信じらんない怒ってた方がつかみとして OK かな、はい、まっぴらだってばまっぴらだってばありえないもっとなんかふつふつと怒ってみる、はい、今なんか感情を出して怒ってるけどもっと抑え込んでありえないって感じでまっぴらだってばまっぴらだってばありえない入り口さあーって入らずありえないにしようかな、はい、まっぴらだってばありえないはい、OK。なかなかレコーディング室ですごいなんか自分の感情を張り上げて、しかもこの怒りっていうのをなかなか出すレコーディングがなかったので、とってもなんかすごく大変だったんですけど、なんか新しい自分も少し発見できたのかなと思ったので楽しかったです。
この曲リズム細かいからちょっとリズムを気をつけないとかっこよく歌えませんよ。はい。A メロからいこうかな。まあ低いけどしっかり出す、はい、なるべくねちょっと太めの声を目指してみようかな。はい。ごめんねって許されると、でもあなたは彼じゃない。彼氏になった途端に忙しくなる、またこのパターン。もうちょっとぶっきらぼうな感じでいいね。はい。ちょっと怒っているというか、こう全体的に怒っている歌詞やから、いちょっとね機嫌が悪そうに歌ってるから。はい。ごめんねって許されると、でもあなたは彼じゃない。彼氏になった途端に忙しくなる、またこのパターン。うん、オッケー。私この曲初めて聴いた時に、今まで椿の曲で好きだったのがふわり恋時計なんですけど、ふわり恋時計を一番好きだった曲を上回るぐらい、初めて聴いた時からこれだってなったんですよ。よく曲って何度も聴いていったら、どんどんこの曲いい曲だなって気づくことが多いと思うんですけど、この曲を聴いた時にもう一瞬でもうこれだってなったので、これから私の椿推し曲はこれになるっていうぐらい本当に気に入った曲なので、すごい嬉しいなって気持ちと、その分好きな曲をこう消費する時間がもう決まってしまったので、その分の間たくさん練習しようと思いました。言ってきなよ、久しぶりの友達なんでしょう。久しぶりのネイルには気づいてない、少し寂しいっていうか、なんかちょっと悔しい。最後もっと上げれる？最後の最後でオクターブ上がる感じ。うん。そこ音程はじゃないですね。音程はないので最後は。うん、そう上がっていく感じね。友達なんでしょう。久しぶりのネイルには気づいてない、少し寂しいっていうか、なんかちょっと悔しい。うん、今良かったね。なんか感情が入ってる感じで。普段大人だからこそ、この一人になった時の感情の上げ下げが激しい女の子なんだなと思って、それこそやっぱり普段お仕事とか我慢してることがたくさんあった中で、こう嫌なことがあったらやっぱキーってなるじゃないですか。その感情の上げ下げを結構こう大事にしてる曲かなと思ったので、もうってなる時はキャーってなるけど、ちゃんとこうありえないとか一人でいいみたいな、こう小さな小言の時はちょっとため息してる。ちなみにため息しながら言葉が出ちゃったよみたいな感じで歌いました。じゃあサビいくよ。はい。愛したいのちゃんとそんな時代じゃないって本当。もしや私が思った一緒にいるのになぜか一人きりより悲しい。愛されるため生まれてきたのに真っ平だってば、その場しのぎの優しさも真っ平だってば、そんなので泣かされるのも真っ平だってば、なのにどうしてこんなにもがいい。油断するとちょっと細くなるというか可愛くなるというか、爽やかに聞こえてくるというか、はい、もうちょっとなんかどぎつい感じ、怒ってる、まあブルージーな感じなんで、はい、ちょっと大人な感じの声に聞こえるようにしたいんだ。はい。愛したいのちゃんとそんな時代じゃないって本当。もしや私が思った一緒にいるのになぜか一人きりより悲しい。愛されるため生まれてきたのに真っ平だってば、その場しのぎの優しさも真っ平だってば、そんなので泣かされるのも真っ平だってば、なのにどうしてこんなにもあなたがいい。うん、いいんじゃないですか。あな
なたがいいのところがなんか、はーんって一回裏返ってるところがなんか気持ち悪いなと思って。それも含めありかなと思ったけど、もうちょっと撮ってみる。え、あと2最後本一回だけ撮ってみていいですか？いいよ。なのにどうしてこんなにもあなたがいい。おお、よかったんじゃんこれバッチリ。私本当に早口言葉が嫌いで、決められた早口をこう喋るのが苦手なんですよ。話すときはすごい早口になるんですけど、でも逆に考えてみたときに、私がすごく熱くなってるときってすごい早口になるから、そのイメージで多分この女の子もサビはすごい自分が熱くなって、決められた文言を言うんじゃなくて、もう言葉が出てきちゃったよみたいな、脳より言葉がこうバババって出てきちゃったよみたいな感じなのかなって普段の私を見て思ったので、決められた言葉を喋るんじゃなくて、もう自然とババババババーって出てきちゃってますみたいなイメージで歌いました。じゃあ最後にフェイクを撮ってみようかな。あなたがいい。2つ目だけだな。おおイエーイ、おおイエーイ、タンタラランタン。それでやってみよう。よくライブとかではフェイクをこうすることが多いんですけど、そのライブでやってる時はなんかレコーディングで歌ってる時とちょっと歌い方が変わってしまって、ライブの方がうまくいくんですよ。でもレコーディングになると、私フェイク以外もそうなんですけど、ちょっとなんか声が軽く聞こえてしまったり、多分フェイクってもっと重いものだと思うので、結構このお腹から出すっていうのを本当に私2年前ぐらいからずっと課題にしてたんですけど、最近ちょっとレコーディングたくさん重ねてようやく掴んできたかなと思ったので、もうちょっと太くできるように頑張りたいんですけど、今回はもうすごく太くってイメージをしました。お、いけたんじゃない？レコーディングが結構苦手な分野なんですよ。ライブだと感情をこれバーってできるんですけど、レコーディングになると、なんかライブよりもうまくいかないことが多くて、出来上がった音源聞いても、これ実際ライブで歌った方が私このレコーディングのイフ売るのよりうまくできるっていうことが何回もずっとあったので、レコーディングで 100% 最大限をこう出せるようにどんどんできたらいいなと思って頑張ったので、これからもっと頑張りたいんですけど、今回はそこに注目してほしいです。ハロステ6月16日のビヨンズの、横浜アリーナ公演をもって高瀬くるみちゃんがビヨンズを卒業いたします。今回は卒業直前ということで、前回に引き続きインタビューをしていきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。まずですね、くるみにとって、はい、ビヨンズ、そして、ハロープロジェクトはどんな存在でしたか？ハロープロジェクトは憧れの存在だったんですよ、私にとっては。やっぱりなんかこういろんな人がいて、すごく素敵なパフォーマンスをされている先輩方がいて、そんなところに自分が入れたことが、関われたことがまずすごくなんか光栄なことだなと思っていましたし、ハロープロジェクトに入れたから気づけたこととか学べたことが本当にたくさんあって、今の自分の軸というかベースをすごく整えてくれた、作ってくれた場所だなと思っています。で、ビヨンズは私に個性をたくさんくれたなと思っていて、なんかこれから私は自分一人で戦っていかなければいけないので、そうなった時の武器をたくさんビヨンズが授けてくれたなって思うんですよね、個性という武器を。やっぱ自分が嫌いだった部分とか、嫌だなって、なんか好きになれないなって思ってた部分すらも、なんかビヨンズで活動していく中で褒めてくれる人がいたりとか、いつの間にかその部分がこうビヨンズに必要な部分だよって言ってもらえるようになったりとかっていうことが本当に多くって、自分が
肯定できなかったものも全て肯定してくれて、いいところだよって教えてくれた場所で、それがあったからこそ自分一人で戦っていけるかもって思えたので、やっぱこう背中を押してくれる場所でもあるし、ハロープロジェクトもビヨンズも、そして私を作り上げてくれた場所だなと思います。ありがとうございますまあね、はい、まあそうして、一人でこう、うん活動していくわけですけれども、はい今後はね、で次のステップを意識したきっかけとか、はいまあ、実際卒業後やってみたいこととかっていうビジョンはあったりしますか？なんかこれっていうきっかけがあったわけではなくって、もうハロープロジェクトのグループになるってなったタイミングから、なんとなく自分の中でいつかは私はこのグループから卒業する日が来るんだろうなっていうのがこう頭の端っこにというか片隅にはあって、でまあビヨンズもメンバーの卒業を経験していく中で、やっぱ自分の中にはずっとビヨンズを続けるっていう選択肢とビヨンズを卒業するっていう選択肢があって、でどっちを選ぶのが自分にとっていいのか、そしてどっちを選ぶのがビヨーンズにとっていいのかっていうのをなんかこう常に意識はしていたので、だからここって決めた大きなきっかけみたいなのは正直ないんですけど、でも自分がこう卒業というものをこうより強く意識し始めてから、メンバーのことをすごくそれまで以上に見るように観察するようになって、ですごくみんながこう頼もしくて、頼もしいって言うとなんかちょっと上から目線ですけど、頼もしいしかっこいいし、なんかそれぞれがちゃんと責任を持ってビヨンズを全うしている姿を見て、なんか自分ももっと自分自身としてなんかこう成長したいなとか、もっといろんなことにチャレンジしていきたいなっていう自分目線のことを考えられるようになったなとは思います。で、卒業後やってみたいこととしては、まあ芸能活動をしている時間が私はとても長くてですね、実はこんな感じなんですけど、なのできっとこんなに長く芸能をやってきて一度も嫌だなとかやめたいなとか思ったことがないので、私は多分ずっと芸能をやっていきたい人なんだろうなって今思っているので、なんかこう皆さんに見える場所でとか、皆さんがこう感じられる場所で活動していけたらいいなと思いますし、私の芸能の入り口がお芝居とかミュージカルだったので、お芝居に関するお仕事とか、あとは、ね、ビヨンズでいただいた武器で見つけていただいた武器でもあります声とか、あとは、歌うことだったり踊ること、ハロープロジェクトにいることでこう強くなった部分とかもいろいろ活かして、今までやってこられなかったようなこともいろんなことにとにかく挑戦して、自分の可能性とか伸びしろを信じて活動していけたらと思っています。なんか皆さんのね、目に触れる活動をしている機会があったら、ちょっと思い出してくれたら嬉しいななんて思います。チェックします。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんもチェックしましょう。お願いします。さあ、それでは最後にですね、ご覧いただいている皆さんにメッセージをお願いします。はい、私の活動していく中での大きなエネルギーは、応援してくれている皆さんの存在とか、皆さんがくれる言葉一つ一つとか、皆さんのこう実際に会った時の笑顔とか、そういうものがすごく原動力になっていました。きっとこれからもなんか大変だなとか辛いなとか思うこともきっとあると思うんですよね。新しい環境に私は身を置くのでなんですけど、こう今までいただいた皆さんからのパワーとか皆さんの笑顔とかが私はたくさんもらってきたので、
それを糧にきっと頑張っていけるんじゃないかな。それをエネルギーにもっともっとビヨンと伸びていけると信じています。それでも、皆さんの力が必要になる時はきっとあると思うので、頭の片隅にとか心の片隅に置いてくれていたら嬉しいなと思っております。また皆さんがびっくりするような活動、驚いちゃうような、くるみんすごいって思ってくれるような活動ができるように、一人の表現者、人間として、活動して頑張って挑戦していけたらと思っておりますので、引き続き応援よろしくお願いします。そして私のラストステージは6月16日の横浜アリーナ公演となります。そしてビヨーンズとしても初めての横アリになりますので、なんか歴史に残るコンサートにできるように、自分もビヨーンズのためにできることを今精一杯やっていけたらと思っておりますので、最後まで一緒に楽しんでいきましょう。チョコでも食べて一息しよう。ビヨーンズ雨の森川海の高瀬くるみと、ビヨンズシーズニングスの平井美桜がお送りしているハロステ、お別れの時間となりました。はい。さあここまでね2人でやってきましたけれども、ラスト MC ご一緒できて嬉しかったです。いや、ありがとうございます。いろんな話もちょっと引き出しちゃってねえ、なかなかしないですよこんな話ね。楽しかった。ありがとうございます。ということで、ここからは私たちのこれからの動きを見ていきたいと思います。はい。5月31日日曜日、ビヨンズコンサートツアー2026スプリングビオスコープの茨城公演が行われます。こちらが春ツアービオスコープの通常公演ラストとなっております。そしてそんな春ツアーのファイナル公演が6月16日火曜日、ビヨンズコンサート2026スプリングハイテンションビオスコープと題しまして、ビヨンズ初の横浜アリーナでの単独公演を行います。初めてはね、この1回しかないですし、私としてはビヨンズとしてのラストステージとなりますので、一人でも多くの方と同じ時間、同じ空間を共有できたらと思っております。お待ちしております。ハロステはハロープロジェクトのコンサート映像、メンバーのちょっとしたパーソナルな話題をはじめ、レコーディングやリハーサルなど、活動の裏側にも迫ってお送りしていきます。毎週水曜日と金曜日の19時に新着動画がアップされますので、高評価、コメント、チャンネル登録をぜひお願いします。今回のお相手は、ビヨーンズ雨の森川海の高瀬くるみと、ビヨンズシーズニングスの平井美桜でした。さようなら。